まあ普通に話してる感じでいいんですけど、こっち見ていいですか？いいですいいです。お願いします。まずは、はい、そうですね。まずはまあ全日本選手権ね連覇っていう形で、まあ連覇した人がもうほとんどいない中でそういう偉業を達成できたわけですけど、今振り返って自分がそういったとこまで上り詰められたのは何が大きかったかなと思います。人ですかね。多分人。私をこう支えてくれる人というか、出会ってきた人、まあ恩師も含め、家族、仲間、先輩後輩、やっぱ全てのこう人に恵まれたっていうのは、ここまでここまで来たっていうのはやっぱそういう環境が大事なんじゃないかなって私は思いますね。それは巡り合いだけですかね。それとも自分でその環境も作った、生み出し掴み取った、その辺はどうですか？どうだろうな。まあ運もあるでしょうし、まあ、巡り合うには、やっぱ自分自身もそういう人間じゃないといけないのかなとも思うんですよね。かといってなんかこう自分でじゃあお前はそういうやつかって自分で自問自答したら、まあ照れくさい部分もあるし、こうそうだなとは言えないですけど、でも剣道をする以上その勝ち負けじゃなくて、やっぱそういう人間性の部分を求められるっていう部分では、こう勝ちたいんであればそういう人間性をこだわってきたっていう部分が、そういう人を大切にできるようになったっていうのはそういうところもあるのかなと思いますけどね。こだわった。そうですね。やっぱ私の中でやっぱ米田先生ってやっぱ、最初というかこう剣道を強くなるために、剣道をする上で一番大事な部分っていうのは、まあ中学校の先生もそうですけど、まあ米田先生もそうですし、やっぱこの中高の恩師の先生が言うことはやっぱ両方とも一緒で、そういう人間性っていうものを、成長させないと、やっぱ剣道も強くならないし、人を大切にしなさいっていうことをやっぱ教えて育ったっていうのは、やっぱ大きかったかなと思いますね。じゃあ中学時代も高校時代もそういった部分を大切にしながら稽古に励んだっていう。そうですね。もちろんやっぱ強くなりたいが一番最初じゃないですか。でもまあその先生方もそれはもちろん分かってますし、でもまあ剣道で強くなるためには、そういう人間性っていうものを高めていかない限り、やっぱ勝ち続けるっていうのは無理っていう話をやっぱ言われてたので、そういう部分ではなんか私の中では当たり前に感じになってるんですけど、こう周りでは難しいことかもしれないし、まあ、私自身も当たり前と思ってるんですけど当たり前じゃないし、そういう人がいるっていうことだけはやっぱすごくありがたいことですし、感謝の気持ちを持って日々の生活をしていくことの大切さっていうのを学んだんじゃないかなと思いますね。その技術とかの部分ではやっぱり高校時代米田先生に指導いただいたっていうのが大きいわけですか？大きいですね、大きいと思います。まあでも米田先生に聞くとやっぱまあ私は休学に行きましたけど、米田色に染まりやすいように作り上げた中学校の先生のおかげとかっていう米田先生言葉を言ったりするんですよね。だからそこは私もわからないですし、私の中では日本一を目指してもいい、本当に日本一を目指し始めたのは高校からなので、そういう部分ではやっぱ米田先生からのその技術面っていうのはやっぱ大きい、今の自分でも大きいんじゃないかなと思いますね。もちろん技術って言ったら面打ちがこうだとか小手打ちがこうだってなると思うんですけど、私は勝つための技術というか、そういう部分のことの技術の方が大きいんじゃないかなって思うんですよね。まあ勝つための技術って言ったらこうなんか漠然としててすごくこう聞こえはいいですけど、ものすごく地味だと思うんですよ。習ったものっていうのはやっぱ準備力っていう言葉だったりとか、本当に貪欲になるためにはそういういろんなことを考えて試合に臨むということの大切さとか、やっぱそういうのをこう生徒と向き合って教えてくれた人なんじゃないかなと私は思いますね。じゃあその面打つか小手打ったどうこうじゃなくて、それ以外の部分の技術的なを高めてもらった。だから漠然と練習試合、もちろん練習試合を何回も何回も数をこなせば試合感がついたりすると思うんですよ。でもそれだけでは多分周りの高校とやっぱ一緒になってしまう部分もあると思うんですよね。そこにプラスアルファっていう部分ではやっぱそういう
何を考えて臨んだかとか、やっぱ終わって何をこいつは感じたのかとか、やっぱそういうこう次につながる、ああなるほどね、一個人の剣道家としてのその技術力っていうのは、やっぱこうそこで何をこいつが感じたか学んだかによって、これからのそいつの小手打ちが伸びるか伸びないかにもつながっていくと思うんですよね。どんなにいい指導をしたとしても、こうやって小手打つんですよって言ったとしても、やっぱ根が腐ってしまってたら、やっぱ身につかないと思いますし、そういう部分ではやっぱそういうこう強くなる、勝つための技術っていうのを教わったっていうのは大きいんじゃないかなと思いますよね。そういう育て方がとても上手な先生っていうことですよね。と思いますね。ただ技を教えるだけじゃなくて、と思いますね。まあ、中学時代全中3円盤ですよね、それでまあ高校時代はタイトル取れなかったと思うんですけど、大きなものは。それは実際今振り返って何か足りなかったのかなと思います。自分高校時代の自分。高校時代の自分ですか。とてつもなく甘かったと思います。ああ、そうですか。自意識過剰であった部分もあったと思うし、2年生ぐらいまですごくこう多分私自身も多分強かったと思うんですよ、自分で思う中では。そっから甘え出しましたよね、やっぱ。強くなるために必死に剣道をやってた自分から勝てるようになってから必死にならなくなったというか、それ以上求めなくなっていった自分がいるというか、そこがやっぱ甘さであったし、やっぱ最後の最後やっぱ小田先生に言われたのはやっぱ自立すること、お前は自立することが大事と、自立したらお前とてつもなく強くなるぞっていう言葉をかけてもらったんですよね。でやっぱこう一つの区切りじゃないですか、中学校3年高校3年、大学4年っていう、で高校3年終わってからやっぱ大学1年生からまたこうスタートというか、もうほんと小学校1年生みたいな感じの、なのでそこでやっぱこう自分の自覚を持つっていうか、自立をするという部分で、もう一度こう頑張ろうって思えてやっていったっていうのが大きいんかなと思いますね。ああいう学校にいても甘えてしまって、それが、まあ、許されるって言い方はあれですけども、いや許される、だから練習試合とかでも、それでも勝ってたんでしょうね、私が。そうですそうです、それがこうなんていうんですかね、試合になるとどうしても緊張とかに現れたりとか、だからなんていうんですか、甘えてるからこそ準備力が欠けてしまう、で準備力がないから緊張する、そうする緊張すると自分の力はまあ 100% 絶対出ないですよね。インハイの予選リーグで負けた感じ、今僕も見てましたけど覚えてます。覚えそうですよね。逆動、引き逆動ですもんね。デコテと引き逆動。なんかあの時多分西村さんが一番強いって確か言われてたと思うんですね、同世代の中で。だっただけにまあ結構衝撃的なシーンなんですけど、その負けた理由、そこはどう思いました？あの時は